世界を愛で包むヒマラヤ大聖者ヨグマたちから、日々を懸命に生きるあなたへ言葉のプレゼント。今回ですね、どうしてもこう馴染めない相手がいる、は生理的に合わないとか、どうも反りが合わないとか、い、はい、こういう人とのお付き合いのしかどうしてもお付き合いしなくちゃいけない人らしいんですけど、そういう場合どうしたらいいんでしょうかってお話なんですけども。私結構昔からね、子供の時からね、こう平等に人に接するっていうことをね、自然にできてきて、こう友達とかこう一人だけにこうすごく深く関わるっていうんじゃなくて、みんなと仲良くするっていう性格だったんですよね。こう平等に。だから誰かとこうすごく誰かだけを気に入ってね、エコひいきするとかね、特別にこう親しい友達とか作らないみたいな。そしたら大きくなったらこう平等心っていうのがね、すごく平等心を持つっていうことでね、こう人間関係にとって大切っていう。で瞑想の極致はね、そういう意識になるんですね。やはりマインドが外れると、こうフラットに全部こう同じようにこう慈愛を持って見れるって、好き嫌いで見ない。でみんな好き嫌いで苦手とか、この人は嫌だとかね、反りが合わないとかね、何かあるのかもしれない。過去世に何かあったのかもしれないんですけれども、それは相手のいいところを見てね、そういうところね、嫌なところだけ見てるとそれがすごく拡大されてしまうのでね、相手の立場でもしたらね大変なのかもしれないとか、理解をしてあげるとかね、許してあげるとかね、その人も何かこう自信がないのかもしれない、強がってるのかもしれないし、どうやっていいかもわからないのかもしれない。で人を変えることはできないのでね、だから瞑想をしていくと、そういうすごくね、いろいろ好きとか嫌いとかいう心が溶けてね、そして相手のいいところが見えて、尊敬をしてこう出会える。自分が変わるとね、尊敬して出会っていくと、その相手もねすごくねなんか変わってくる。だから生徒さんにもね、女子3人すごくこう癖があって、で誰もうまくいかないって、うちに来たんです生徒さんがね、で瞑想の秘法をいただいて、ヒマラヤシータ瞑想を実践しだしたらね、彼が変わって、そしたらみんな OK になった。今までずっとこうぶつかってたそうなんです、ね、人たちなのに、自分がだから苦手意識がなくなって、だ生理的に嫌いだとかいろいろ多分ね、あったんだと思うんですけれども、そういう思いがなくなってね、こうニュートラルになってマインドが外れてね、で相手のいいところが見えて、大変なんだなとかね、思いやりの心が出て変わって、僕らなんか嫌だなと思ったら、嫌なとこばっかり見つけちゃうんですよね。だからマインドがね、もう一回嫌にスイッチが入ると全部嫌なんですよ。もうね、何でも嫌みたいになっちゃう。そうなんです。同じことやっていたとしても嫌なんですよね。で心でね直そうと思ってもね、こうやっぱり変に緊張してますますこう人間関係がね、演じてることになるので、好きそうなふりしてもね、やっぱしちょっと違和感がありますよね。なんかもうそこに自分に嘘ついてその方と話してるじゃないですか。そうするとなんか自分がまた嘘を重ねていく毎日になっていくんで、すごく気が重くなる、そういうこともこれまで何とかあったんですけども、それも先ほどの瞑想っていうこと消えるんですね。そういう自分のこう価値観っていうか、いろいろ思い込みがね、そうするとこう何か過去世であったかもしれないし、根性でね、何かちょっとしたことでね、それがこう自分が傷ついたのかもしれないし、そういうものがこう常にね、その人との関係性でこう湧き上がってくるっていうかね、だから許しとね、
まあいいかっていう気持ちにね、相手のいいところを見てね、そういうやっぱ誰でも好きっていうわけにいかないのでね、やっぱりみんなこう警戒心があるし、やっぱしこう苦手とかね、そうやってこう頑張って生きてきたんですけれども、だからその心を超えるっていうのがヒマラヤ秘境の教え心をなん超える。そうですね。で心で見るとこう色眼鏡、自分の価値観ではい。見てるので、はい。苦手って一回こう決めたらね、はい。ずっとその色眼鏡で見てるから、そこを排除するようになったり、こう緊張したりね、すごく受け付けないような感じになっちゃうんだけれども、で自分がこう真っ白な心になってね、慈愛の人になると、こうそれを受け取らない、リンクしないわけない。自分の中に嫌いっていうものがなくなるので、はい。こういくらその波動が来てもリンクしないから、だから相手の今度はいいところが見えてくる。そうやってね、こうやはり学びをいただいている対象であるので、ありがたいわけですよ。自分の苦手をなくしていく。で自分の苦手がなくなると宇宙的な愛の人になって、おおらかな人になって慈愛の人になるということで、誰でも OK っていうことになるんですね。そうするとそういう苦手な方が出てきた時こそ感謝なんですね。そうなんですよ。自分を変えるっていうかね、全部 OK だとね、じゃあもうこのままでいいっていうことなんだけど、苦手があるから克服したい何かあるのかなっていうことでね。でこのすごくね、気まずい気持ちをこう変えたいっていうことでね。まあその方もこうね、3人の上司でね、やっぱし大変だったので、職場を変えるかね、自分を変えるかというところで自分を変えたらばうまくいったんですね。その私の瞑想を受けて、はで上司の方がそういうふうなトラブルがなくなったって話なんですけど、きっとその横間たちの話を聞くと、上司の人もその人に対してきっとなんか変わってきたそうですよ。だから相手を変えることも上司も変わった、だからさらに上司もやっていただくといいわけですよね。だからそういう例はいっぱいあるんですよ。もう枚挙いとまがないというかね、ほとんど人間関係全部良くなる。ヨグマたちだからはもう本当に心を超えたところにいるので、全て慈愛で見るので、それぞれのこう個性が素晴らしいと思って見れる、こう自分の価値観に合わせろっていうことじゃないわけですよ。そうだ、ヨグマたちのパワーは、そういういろんな人たちに与えることによって、ヨグマたちの気づかないところでも世界中に充満していく感じなんですね。次の人へ次の人へとこう。そうですね。そうやってぜひ自分を変えてね、で家族が変わってね、会社の人も変わってということでね、すごく楽になってね、生きていかれますのでね。そうすると有意義にもっともっと世の中を良くしていくことにね、エネルギーが使われていきますのでね、ぜひこの瞑想を始めて自分を整えてね、で会社も整って人間関係が整ってね、すごく生きるのが楽になるんですね。それを普通修行って何年も何年もかかるんですけれども、本当にすぐ変わる。そういうヨグマたちからいいエネルギーを私がヒマラヤで修行したエネルギーがね、皆さんにシェアしてるんですね。そうするとやっぱり生きたマスターがね、そういうエネルギー持ってるの。ただ静かに自分一人でやってる瞑想と違ってね、そういうところにつながってやるとね、実際にそういうエネルギーがあるので変わるんですよ。ただ自分で黙って座っててもね、動かないから、ロボの石じゃないけど中は変容しないわけですよ。何億年かかるか石がね溶けるのにね。だからそういう内側から聖なる波動でね、変わっていくことが目に見えないけれども変わっていく、緻密になって質が良くなって変容していくっていうことなんです。生きた瞑想っていうか。そうですね、生きた瞑想です。だからそれ最速で起きるのでね、ぜひやっていただきたいなって思いますね。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。